どうもペロンです。今回は R タイプファイナル2で新たに開発可能になった機体の紹介をしたいと思います。今回ご紹介する機体は TL2B2 ヒュロスですね。ヒュロスは2人のエースパイロットのために開発された超高性能機体となっており、レーザー、波動砲、ミサイルの全ての武装が高いレベルで構成されていますが、実戦投入前にもう1機をバイドに破壊されてしまったため、これが最後の1機という設定のようですね。最も目が行く特徴は何といってもその機体の大きさですが、当たり判定がそのまま大きくなったわけではないため、正直どこまでが当たり判定なのかいまいちよくわからない機体になっています。一応人型の機体という位置づけですが、その外見はもはや怪物としか言えない異様な外見となっており、巨大な蛾の羽に描かれているような大きな四つ目が機体に描かれているデザインが特徴的ですね。ビームダブルクローグレンはフォースから伸びたマニピュレーターから赤い鍵爪状のビームサーベルを出現させ、引っかくようにして攻撃します。遠距離攻撃に使用できる斬撃が飛んでいくような形状のレーザーは少し角度をつけて発射されるため、通常の連射ショットと軌道が被らなくなったことで雑魚の殲滅能力が向上していますね。ただし遠距離攻撃能力が強化されたといっても、このレーザーの適正な戦闘距離は近接戦闘のため、近接戦闘でも十分な火力を発揮することはできるので、あくまでも遠距離攻撃は補助的な役割と考えてください。ヒュロスは近距離から中距離の戦闘を得意としていますが、どちらかといえば中距離戦闘寄りの立ち回りが多くなるため、どちらでも戦うことのできるビームダブルクローグレンはかなり使いやすいと思います。ビームダブルクロー群青はフォースから斜めに2本の鍵爪状のビームサーベルが伸びて回転します。鍵爪の先からは弱いレーザーが2発発射されるようになったため、正確にピンポイント射撃を行う必要があったビーム群青よりも簡単にバイドを処理することが可能になり、射撃の使い心地は格段に向上しています。グレンやタソガレと違い、レーザーの位置がぶれないため、近接戦闘では最も安定して火力を出すことが可能になっており、その火力は全てのレーザーの中でもトップクラスの破壊力を持っていますね。中距離よりも近接戦闘の比重が大きくなるプレイヤーにおすすめの強力なレーザーですが、デメリットとして挙げるとすれば攻撃のエフェクトが派手すぎてバイドからの攻撃を見落としやすいため、その点には注意した方がいいと思います。ビームダブルクロー・タソガレは遠距離攻撃手段を持たない近接戦闘専用の装備になります。破壊力は確かに高いですが、ビームサーベルフォースに比べてリーチが短くなっているため、他のレーザーに比べて扱いやすい装備ではないと思います。圧倒的な火力を持っていれば少し話が違うんですが、同じ距離で与えるダメージですら正面はビームダブルクロー群青に負けている始末で、かろうじて上下方向へのダメージは一番高くなっています。機体が巨大な分、見た目もあまりかっこいいとは言えないため、個人的にはあまり好きではないですね。次にフォースを切り離した後の状態についてですが、当たり判定が大きいこと以外は特に能力はないため、波動砲を切り替えるためのトリガーとして認識しておけばいいと思います。ミサイルは爆雷、6ウェイ追尾ミサイルの2種類から選ぶことができますが、ヘラクレスとヒュロスのみに搭載されている6ウェイ追尾ミサイルを使う以外の選択肢はないと思います。人型変形機の TL シリーズでは4ウェイ追尾ミサイルがもともと搭載されていましたが、その強化版である6ウェイ追尾ミサイルは弾数が6発に増えたことで殲滅能力と破壊力がともに向上していますね。回転効率がいいミサイルではないため、背後から襲ってくるバイドには十分注意してくださいね。波動砲はハイブリッド波動砲システム7が採用されており、収束型と追尾型の組み合わせになっています。さらに3段階のチャージが可能になったことで、波動砲自体の性能も強化され、2種類の波動砲を使い分け可能なハイブリッド波動砲システムの中でも最高の性能になっていますね。飛行形態で使用可能な波動砲はスタンダード波動砲2が採用されており、シンプルながらも破壊力と貫通性に優れた優秀な波動砲が採用されたことによって、ピンポイント射撃を苦手としているバウンドライトニング波動砲の欠点を補うことができるため、バウンドライトニング波動砲にとっては最高の相方だと思います。また破壊力は5発全てが当たればバウンドライトニング波動砲の方が上ですが、大ダメージを与えたい場合はスタンダード波動砲2を使った方が確実に大ダメージを与えることができるため、状況に応じて使い分けてくださいね。人型形態で使用可能な波動砲はバウンドライトニング波動砲が採用されており、一撃の破壊力だけ見ればそれほど高いわけではありませんが、この波動砲の進化は高い状況対応能力とそれに伴う殲滅能力にあります。レーザーによる攻撃は中距離から近距離を想定しているため、破壊力があるとは言ってもレーザーだけで戦闘を行えばどうしてもそれなりのリスクを伴います。バウンドライトニング波動砲を使用することでそのリスクを軽減し、離れた距離からでもバイドを処理しやすくなるため、レーザーよりもバウンドライトニング波動砲の方が戦闘で使用する割合が多くなるんじゃないかと思います。バウンドライトニング波動砲の本家である R13 シリーズと大きく違う点はレーザーとの相性の悪さですね。
ハーデスやカロンとは違い、ビームダブルクローフォースは連射ショットボタンで攻撃を行う必要があるため、ターミネイトガンマのような広範囲の殲滅能力を持った補助は期待できないですが、その点は諦めて違う特徴を持ったヒュロスならではのスタイルで楽しめばいいと思います。人型変形機体の最終機であるヒュロスは、フォースの3倍くらいの大きさがあるバカでかい機体が特徴ですが、その機体の大きさに比例した圧倒的な性能を誇る非常に強力な機体となっており、この機体を開発するためには R9W シリーズ、R11 シリーズ、R13 シリーズ、TL シリーズの4系統の機体を開発していく必要があります。開発までの道のりが長いため、ゲームを買ったばかりの人はこの機体の開発を目標にするのもいいかもしれませんね。もちろん R タイプファンは大好きな機体だと思うので、圧倒的な性能を誇るこの巨人を使ってバイドを蹂躙してみてはいかがでしょうか。では最後までご視聴ありがとうございました。またね。